1年間で1447回も爆撃されたっていうのがイラクの現状だと。大量破壊兵器、当時のサダム・フセイン独裁政権がですね、これはかつては間違いなく化学兵器を持ち、そしてそれをですね、イランに。総理、アメリカに民間人の殺戮、当時やめろって言ったんですか。そしてこの先、やめろと言えるんですか。引き上げられるんですか。お答えください。委員長。山本太郎君。はい、生活の党と山本太郎と仲間たち共同代表の山本太郎です。安保法案について質問いたします。総理、よろしくお願いします。航空自衛隊がイラクに派遣されていたことは、総理はご存知ですか。安倍内閣総理大臣。航空自衛隊はですね、イラク特措法に基づきまして、平成16年3月から平成20年12月までの間、クウェートを拠点として、イラク国内の飛行場との間で人員物資を輸送をしていました。具体的には、イラクの復興状況や国連、多国籍軍の輸送ニーズ等を踏まえまして、国連、米軍等の要員や事務機器、医療機器、車両、航空機部品、テント等を輸送したわけでありました。その際、輸送対象となる人員が武器を携行することについては、それが常識的な範囲で通常携行するものであれば、輸送の対象としていたわけであります。これらの内容は、活動期間中や活動終了後に国会に説明、報告するとともに、適切に公表をしております。山本君。丁寧にご説明ありがとうございました。それはそうですよね、空自の先遣隊、クウェートに出発したときには、内閣の官房副長官であられたんですもんね。ありがとうございます。ですね、航空自衛隊、イラクで何を運んでいたんでしょうかというお話です。平成19年4月24日、衆議院本会議にて、総理は航空自衛隊のイラク派遣について、国連、その他の人道復興支援のための人員、物資の輸送を行っていると説明されました。これに間違いございませんか。安倍総理大臣。それに間違いはないわけでありまして、今、ご答弁申し上げたとおりでございまして、国連や多国籍軍の輸送ニーズを踏まえまして、国連、米軍等の要員や事務機器、医療機器、車両、航空機部品、テント等を輸送したわけでございます。山本君。そうですか。皆さんのお手元の資料で1になります、お手元の資料の円グラフご覧ください。元データは2009年10月、防衛省が開示したもの、航空自衛隊がイラクでの活動を開始した2004年3月3日から最後の空輸となった2008年12月12日までの空輸実績の全記録グラフ化しました。全体で4万6000人輸送いたしましたと。先ほどの平成19年の総理の国会答弁だけを聞くと、輸送のメイン、輸送したメインは国連の関係者がほとんどなのかなと勘違いしそうになりますけれども、実際は国連の関係者はたった 6% ほど、その10倍、約 60% 以上が米軍や米軍属だったということなんですけれども、これ、あれですよね、何の目的だったんですかね。お伺いしていいですか。中谷大臣。はい、数字の話でございますが、ご指摘のとおりですね、総人員が4万6479人、米軍人が約半数の2万3727人でございます。で、この活動につきましては、特措法に基づいて、人道復興支援活動を政策的に重視をしましたが、基本計画におきまして、派遣部隊の編成規模については、人道復興支援活動を実施するために必要な規模という観点から定めるとともに、派遣部隊は人道復興支援活動に支障を及ぼさない範囲で安全確保活動、これを実施することといたしておりました。で、イラクに派遣された航空自衛隊、こうした方針の下で活動を実施いたしまして、米軍は累次の安保理決議に基づいて、治安維持活動のみならず、復興支援活動にも取り組んでいたということで、この2つの任務の中で活動したということでございます。
山本君。はい、蓋を開けてみたら60%が、アメリカの軍人であったりとか、軍属だったっていう結果があるわけですよね。じゃあ、どうして国会の答弁において、国連、その他の人道復興支援のための人員、物資の輸送を行っているという答えをするのかって、どうして一番多い人たちがその他という部分に込められるのかっていう意味がわからない、これ、そうですよ、もういちいち法律見てたら、党って書いて、など、結局そこに全部集約されてんだろって。国連関係と言いながら、メインは米軍の輸送に使ってたんじゃないかって。お手元の資料でございますけれども、2枚目の表と裏に、週間運輸実績の一例、空字の、あります。黒塗りの資料、そして、裏が黒塗りが外された開示文書がご覧いただけます。国連職員を運んでいると言いながら、その中身は実際ほとんどが米軍関係、自衛隊関係の人員だった。人道支援と言いながら戦闘員を輸送してたんじゃないのって話だと思うんですけれども、自衛隊が運んだ米軍兵士も復興支援のための人員だったと、総理、そういうふうに宣言なされますか。大丈夫です。一言でお願いします。安倍総理大臣。これはイラク特措法に基づく、これは活動としてですね、このクウェートを拠点としたイラク国内の飛行場との間で、人員の物資の移送をしたわけでありまして、あくまでもこの特措法に基づく活動をしていたわけでございます。山本君。なるほど、そうおっしゃるならば、総理は自衛隊がバグダッドまで輸送した兵士たち、お届けした兵士たちがその後何をしたのかということの詳細まで把握されているということでよろしいですよね。ということはですよ、それらの兵士の所属部隊であるとか、従事した作戦まで知っていたという話になります。それが把握していたということになりますから、もう一度お伺いします。把握してたということでよろしいですか。内容は結構です。把握してたか、してなかったか。安倍総理大臣。この法律によってですね、まさにこれは人道復興支援活動と安全確保支援活動を行うということになっているわけでありまして、そしてまた自衛隊の部隊はですね、物品の輸送に際しては、武器の輸送は行わないことにしているわけでございますが、今、私がその詳細についてはですね、ここで承知をしているわけではございません。山本君。なるほど、詳細は分からないんですよね、要は。そういうふうに聞かされてるというお話ですよね。そういう当時もそういう話に聞かされてたということじゃないんですか。先に進みましょうか。総理は航空自衛隊がバグダッドに、そうや、これ資料請求したいんですけど、資料請求できますかね。総理、これ把握されててっていう、今は把握してないけれども、昔聞いた話によるとそういうことだということだと思うんですけど、これ、本当にこれ、平和活動のみにその人たちが旅立っていったのか、バグダッドからっていうことに関しての詳細っていうのは、これ、資料、請求できますかね。応援してくれますでしょ、これ、隠したりしないでしょ、出してもらえますか、資料、いかがでしょう。すみません、安倍総理大臣。委員長に直接、はい、いいですか。いいですか。輸送した米兵についてはですね、イラク国内において復興支援またはですね、治安維持のいずれかの活動に従事していたというふうに認識をしております。山本君。なるほど、そうですか。じゃあ、総理は、航空自衛隊がね、バグダッドに米軍兵士らの輸送活動を行った2006年から7月以降、それによって、といいますか、市民、米兵の犠牲者数、どのように変化していったかということを把握されてますか。委員長。外務省、上村中東アフリカ局長。お答え申し上げます。米軍の犠牲者数に関しましてでございますが、ある一定の期間を区切って米国が発表しているものではございません。我々が持っております数字は、米国国防省の数字でございますけれども、2003年3月19日から2010年8月31日までのイラクの自由作戦全体の総数でございますが、4424名の犠牲者が出ているという数字は持っております。山本君。はい、フリップお願いします。こちらのグラフ、お手元の配布資料3です。イラクで犠牲になった亡骸、この亡骸の数をカウントしている NGO、イラクボディカウントが発表しているもの、ご覧になれば分かるとおり、2007年の民間人の犠牲死亡者数、2万4000人にも上っている。で、自衛隊のクウェートへの輸送が始まったのは、2006年の7月だと。
この当時は安倍官房長官時代ですよね。これ以後の約1年間、開戦直後の空爆が激しかった頃を別にすると、最もイラク市民の犠牲が多かった時期であり、米軍兵士の犠牲も一番多かった時期だったそうです。で、総理にお聞きしたいんですけれども、2007年の1年間ですね、この2007年の1年間といえば、総理がこれ、第一次安倍政権で総理になられた時ですよね。この2007年の1年間で、米軍が爆撃した回数ってご存知ですか。これ、通告してません。ご存知かご存知でないかだけで結構です。ありがとうございます。安倍総理大臣。爆撃した回数はですね、回数まで今、お答えすることはできません。山本君。すみません、突然の質問。1447回、1年間、2007年、1年間で1447回も爆撃されたっていうのがイラクの現状だと。いわゆるテロとの戦いと先進国が始めた戦争によって、子ども、女性、お年寄り、多くの市民が犠牲になったと。イラク戦争に賛成したんですよね、安倍総理は。賛成してなかったら、多分ここまで来れなかったですもんね、総理までね、途中で。で、アメリカ兵の輸送に関しても賛成されたわけですよね。これ、賛成されてなかったら、ここまで来れてないですもんね。我が国の総理がイラク戦争の実態、あまり詳しくはご存じないようなんですね。その一方で自衛隊の活動を拡大しようとしているって、アラブの人々、世界の人々聞いたらどう思うんですか。航空自衛隊のイラクでの空輸活動については、2008年の名古屋高裁で違憲判決、憲法違反だという判決が確定しています。このことについてはご存知ですか。ご存知かご存知でないかだけでお答えください。中谷国務大臣。はい、平成20年の4月17日に名古屋高裁における判決について、違憲の確認及び差し止めを求める訴えは、不適法なものであると却下をされました。また、損害賠償請求は法的根拠がないとして棄却をされておりまして、国側が全面勝訴の判決でございました。山本君。総理とお願いしたんです。総理にお答えいただきたい。最高責任者なんでしょ。この違憲判決、要はイラクでの空輸はこれ違憲だ、憲法違反だという判決が出た。その要旨、中身を見てみると、政府と同じ憲法解釈に立ち、イラク特措法を合憲としても、憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められる。人道支援と言われるものの実態は、結局、米軍との武力行使一体化であったと、それがはっきりと司法によって判断された。イラク戦争でも我が国は多くの民間人を殺すことに加担していた可能性が高いということをこれ伝えてるわけですよね。輸送した米兵の中では、ひょっとしたら戦場に向かって人道復興支援だとかいうような話になってたかもしれないですけど、表向きは。でもその中身は分かんないってことですもんね。総理は衆議院での質疑で、国際憲章上、違法な武力の行使を行っていれば、それは国際法上認められないことであり、我が国はそのような国を支援することがないと答弁されました。総理、我が国がジュネーブ条約や国際人道法や国際人権法に反する行為、つまり戦争犯罪に協力することなんてありえませんよね。一言でお願いしたいです。ありえるかありえないか、お願いします。安倍総理大臣。それは、我が国はですね、我が国として国連憲章、違法な武力、憲章上ですね、違法な武力の行使を行う国に対して、支援や協力を行うことはないわけです。山本君。ありがとうございます。夏休みでたまたま中学生がテレビを見てて国会やってたって方もいらっしゃると思うんですね。今、私と総理との間でどういうやり取りがあったかといいますと、戦争には最低限ルールがあるんだよってことなんです。もちろん皆さんご存知だと思います。中学生になれば。攻撃するのはあくまで戦闘員、軍事拠点であり、一般市民や民間施設は攻撃しちゃダメ。当たり前ですよね。これに反するものは戦争違反とする。当然です。アメリカが批准しているジュネーブ条約では、民間人に対する攻撃、殺人、傷害は禁止、病人の保護、分民病院の攻撃禁止、定められております。そして今、総理が言われたことは、ルール違反は許さないよと、そういうことですよね。で、おそらくそういう違反をするような連中とは一緒にやっていかないからっていう強い意思を示してくださったと思うんです、今までの委員会での発言でも。でもですね、総理、一番一体化っつったらおかしいですか。一番絆を深めたがっているアメリカ、米軍は、ジュネーブ条約など国際人道法、国際人権法違反の常習犯だそうです。安倍総理にとっては、おじい様の時代から深く縁があるアメリカかもしれない。
この法案が成立すれば、より一層その絆も深まるかもしれない。そのアメリカの軍隊は例に漏れず、イラクでも戦争犯罪の常習犯との呼び声が高いそうです。2004年4月、米軍はイラクのファルージャという都市を包囲、猛攻撃を行った。翌月、国連の健康の権利に関する特別報告官が、ファルージャの攻撃で死亡したのは 90% は一般市民だった。約750人が殺されたという情報もある。国連は一刻も早く人権侵害行為に関して独立した調査を行うべきであるという声明も出している。フリップお願いします。はい、先ほどお話ししました中学生の皆さんのためにも、フリップ出してください。救急車攻撃されてますよ。アメリカの攻撃ですよ、これ。2004年6月、現地入りしたジャーナリスト、柴玲さんが撮影したもの、黒焦げになった救急車。で、先ほどのお話です。国連の方が言うには、医療活動を妨害したのがアメリカ、そして救急車を攻撃したのもアメリカだという話なんです。あまりにもひどすぎる。じゃあ、ファルージャ、どんな戦いだったのか。2004年の11月から米軍の大規模攻撃を受けたんですけれども、この作戦に参加した米兵がこう言っている。冬の兵士、両親の告発という DVD の中で、攻略戦の訓練を受けていた全員、みんなキャンプに行きますから、訓練を受けますから、ある日、軍の法律ですよね、軍法の最高権限を持つ部隊の法務官に招集され、こう言われたと。武器を持つ人間を見たら殺せ。双眼鏡を持つ人も殺せ。携帯電話を持つ人は殺せ。何も持たず、敵対行為がなかったとしても、走っている人、逃げる人は何か画策しているとみなし殺せ。白旗を掲げ、命令に従ったとしても、罠としてみなせ。罠とみなし殺せと指示した。ファルージャで僕たちはその交戦規定に従った。米兵たちはブルドーザーと戦車を使って家屋を一つ一つ引き潰し、人間は打ち尽くしたか。犬や猫や鶏など動くものは何でも撃った。動物もいなくなったから死体も撃ったって。これ一部のおかしな米兵がやったことじゃないですよ。米軍が組織としてやってきたことです。ファルージャだけじゃない。バグダッドでもラマディでも。総理、アメリカに民間人の殺戮、当時やめろって言ったんですか。そしてこの先、やめろと言えるんですか。引き上げられるんですか。お答えください。安倍総理大臣。まずですね、そもそもなぜ、米国多国籍軍がイラクを攻撃したかといえばですね、大量破壊兵器、当時のサダム・フセイン独裁政権がですね、これはかつては間違いなく化学兵器を持ち、そしてそれをですね、イラン・イラク戦争のも使用し、多くの人々を殺し、自国民であるクルド族に対してもですね、これを使用してですね、相当多くの自国民も殺したという実績があったわけでありまして、そしてそれをすでに化学兵器、大量破壊兵器はないということを証明する機会を与えたにもかかわらず、それを実施しなかったというわけであります。そこでですね、国連決議において、国連憲章第7章の下で採択された決議、678、687および1441を含む関連の安保理決議によって、これは正当化されたと考えているわけでございます。山本君。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今、ツッコミが入りました。878は関係ないというお話が入りました。ですね、イラクに査察に入った国連の方々、700回以上ですよ。大量破壊兵器なかったって話になってる。でも無理やり踏み込んだのはアメリカとイギリスじゃないですか。で、その片棒を担いだのは日本なんですよ。その総括がなされずに、自衛隊をまた外に出す、遠くに出す、拡大させる、これ、総括必要ですよ。総理、総括する必要あるでしょ、あなた自身が。だって、ずっとその決定してきた組織の中にいて、いいポジションにいたんですから。山本経理申し上げます。ありがとうございます。質問を終わらせていただきます。はい。